まず完成型です。画面左の石をクリックします。操作対象が石へ切り替わり、W、A、S、D で石だけを動かせます。こんにちは、太田福天使です。こちらの動画では、星々の元凶のゲームの作り方について解説していきます。そして、私自身の備忘録としても作っています。今回は、クリックした石をそのまま操縦する仕組みを作ります。設定する場所は岩、プレイヤー、キャラクターの3箇所です。全体は石、プレイヤー、キャラクターの3箇所に分けます。石にはクリック判定と移動を受け持つ2つの機能を追加します。プレイヤーでカーソルを有効にし、キャラクター側でクリック後の判定を処理します。最初にプレイヤーテンプレートを開き、右側のポインター配置を確認します。ポインター常時表示をオンにします。これでテスト中もカーソルが見えます。クリック可能な階層にはカーソルコリジョンを必ず含めます。今回は1つずつ選ぶため、最大ターゲット数を1にします。画面上に UI がある場合はクリック貫通もオンにします。ここが無効だと石側に判定を追加してもクリックが石まで届きません。確認するのはカーソル表示、クリック階層、最大ターゲット数、UI 貫通の4項目です。クリックできないときは石の設定を作り直す前にまずこのプレイヤー側の4項目を見直してください。次に石を選びます。コンポーネントを追加するため、スタティックではなくダイナミックオブジェクトにします。コントロールモーションデバイスが W、A、S、D 入力による移動を担当します。操縦中の衝突判定はコントロールエンティティコリジョンで設定します。カーソルの当たり判定はカーソルコリジョンボックスとして別に追加します。この2つは役割が違います。カーソルコリジョンボックスはどこをクリックできるかを決めます。コントロールモーションデバイスはクリック後にその石をどう動かすかを担当します。同じ石へ両方を追加し、クリック領域はモデルより少し大きめに調整します。クリックしただけでは操縦は始まりません。クリック後の処理をノードグラフへ接続します。このキャラクター側グラフはポインターのヒット結果を読み取り、A、B、ミスに分類する確認用の流れです。まず 40% 表示で全体を見ます。左からヒット取得、中央で判定、右で通知です。この並びでクリック対象の識別は確認できます。ただし、通知が出るだけでは操縦先は切り替わりません。左端では、ポインターのヒット結果を取得し、ヒットしたエンティティのリストを受け取ります。リストの先頭を取り出し、エンティティの GUID を検索して指定した GUID と比較します。下側ではヒット数が0より大きいかを確認し、クリックが成立したかを分けています。ノードグラフ開始からは C テストという信号をサーバーノードグラフへ送っています。ここも確認用です。右側の通知ノードは比較結果に応じて A、B、ミスを送ります。GUID で2つの石を区別できても、ここには操縦開始の実行ノードがまだ見えていません。複数の石を切り替えるには、クリックしたエンティティとプレイヤーを
操縦開始ノードへ渡す処理が必要です。石自身にノードグラフがなくても問題ありません。キャラクターやステージ側で操縦開始まで実行できれば成立します。石はクリック領域と移動機能を持ち、キャラクター側はヒット判定の後操縦開始まで担当します。実際に石を選び、ノードグラフのタブを開いて確認します。画面にはノードグラフがありませんと表示されています。ノードグラフがない表示だけなら異常ではありません。ただし別のグラフが操縦開始を実行する必要があります。実機でクリックした岩へ操作入力が移ることを確認します。プレイヤーと2つの石の位置を見比べてください。開始時点ではプレイヤーが中央にいて石が左右に配置されています。まず画面左の石を選びます。左の石をクリックすると操作入力が左の石へ移ります。ここは実機で確認できています。 W を入力すると左の石が中央方向へ移動します。プレイヤー本体は中央に残っています。動いたのはクリックした石だけです。続けて A を入力すると同じ石が左方向へ移動します。注意点です。操縦中の衝突はコントロールエンティティコリジョンを使います。衝突範囲を設置位置より下へ出さず、モデルの拡大率はできるだけ均一にします。コントロールモーションデバイスはベーシックやフォローなど他のモーションデバイスと併用しません。クリックが UI に遮られる場合は貫通設定とクリック領域の柔なりを確認します。操縦終了用の入力とノードを用意し、キャラクター退出位置を安全な場所へ置きます。モバイルではクリックしてスキルを解除する設定も忘れずに確認してください。まとめです。石にはクリック判定とコントロールモーションデバイスを追加します。プレイヤー側ではカーソル表示とクリック可能な階層を設定します。キャラクター化ステージでクリック対象とプレイヤーを受け取り操縦を開始します。では以上で動画を終わります。コメントなどしていただけると嬉しいです。チャンネル登録などもついでにしていただければと思います。ではありがとうございました。